生命重視への大転換が綱吉によってなされ、徳川の平和が完成した。プラダを着た悪魔のモデルとなったアメリカ版防具の編集長アナ・ウィンターがパリに来た時もメイクを担当。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は世界が注目、パックス徳川アナ徳川の平和後編です。前回お話しした徳川家康の逝去後、様々な改革が行われましたが、私が思う一番の平和への貢献は5代将軍徳川綱吉、島原の乱から綱吉にかけての時代こそ日本史の中の大きな転換点、未開から文明への分岐点と思うんです。ちなみに島原の乱は1637年から38年、綱吉の将軍在位は1680年から1709年、その頃のお話です。国前の死人、訴えなくば見断せず。役所の前に他殺死体があっても、被害者の家族から捜査や逮捕の訴えがなければ死んだまま放置されたのいい鎌倉時代のものです。江戸時代になっても30年くらいはこの状態だったそう。驚きでした。大河ドラマは松潤主演どうする家康を放映中ですが、江戸時代以前はどうしようもない命の扱いだったとよくわかります。さて、島原の乱、時の将軍は三代将軍徳川家光。数年に及ぶ飢饉にもかかわらず重い年貢を課していた領主。当時って年貢のために領民を酷使し、抵抗すれば殺してしまう戦国時代と変わらぬ取り立て。年貢を払わないことを前提として村の有力者の娘を人質に取り、年貢を払ったら解放するという乱暴な世の中だったんです。庶民の我慢も限界に達し、普通一揆は農民だけが起こすものですが、数十人の浪人はじめ海船稼ぎの者、商工人までが参加し、総勢3万7千人。徳川以前の天草の領主、キリシタン大名小西行長、有馬晴信の存在もあって、キリシタンによる宗教戦争の様相も。4ヶ月に及ぶ戦闘の末、一揆は討ち取られ、女子供まで殺戮の対象に。幕府側も討伐軍総勢12万のうち1割が死傷。終わらせてみれば、島原天草の人口は激減、荒廃の一途。年貢を納めてくれる農民がいないことに気がつきます。武士は農民の作るお米で生きていたと次第に身に染みて分かったのでした。島原の乱は武断から人生への転換期となりました。愛民思想が芽生えてきたのです。そこから学んで、民は国の元就を掲げ、日本の国柄や価値観に最も大きな変革をもたらしたのが5代将軍徳川綱吉。対武士対庶民への政策にそれが顕著に現れています。対武士の政策では武家諸法度を変えたこと、これは幕府が武家を統制するために設けた基本法ですが、その第1条を変えました。旧1条、武道をたしなむことが第1義から新1条、中高礼儀が第1義。武士に新たな価値観を求める画期的なことでした。対庶民の政策ではやはり有名な生類憐れみの令。成文法ではなく20年ほどかけて出され続けた法令群の総称。目的は社会的弱者の救済。かつて天下の悪法と人気がなかったのは、犬の保護のために広大な保護施設中野のものは東京ドーム20個分を作って、その維持費が大変だったり、違反した者への処罰が厳しすぎたりしたためと言われています。けれど具体的に見てみると、庶民に慈悲や仁の心を持たせるものばかり。例えば1、老人を姥捨て山などに捨ててはいけない。2、病人や生き倒れとなった人の治療を放棄し殺してはい
けない。3、不綺麗。近親者の死に際して喪に服す期間を定めている。4、貧しくとも栄治などを捨ててはいけない。5、動物を大切に。馬や牛は用済みであっても捨てず、犬を食することはいけない。など、現代に続く平和な優しい心の日本に変えた将軍ではないでしょうか。綱吉は学問では歴代将軍中屈指の頭脳と教養の持ち主、将軍自ら講義を行うなど実力者なので、政治思想や価値の大転換が可能だったそう。政治統治面で殺す支配から生かす支配へ、生命重視への大転換が綱吉によってなされ、徳川の平和が完成したと言えそうです。明日5月14日は母の日。赤いカーネーションが町のお花屋さんを彩ります。亡き母を偲ぶ私は白のカーネーション。戦争の対極にあるのはどこの国でもどの時代でも案外母親なのかもしれません。街角ピアノスペシャルハラミちゃんパリを行く希望のメロディー。今日の付録レビューは美顔器素敵なあの人2022年1月号の付録で、日本屈指のメイクアップアーティストエイタさんとのコラボ企画。お母様が西部の家元だったエイタさん、パリコレなどで活躍し、プラダを着た悪魔のモデルとなったアメリカ版ボーグの編集長アナ・ウィンターがパリに来た時も3年半にわたりメイクを担当。また先日小学校低学年の私の孫娘がテイラー・スウィフトの名前を出した時、思わせなのに驚いたのですが、そのテイラー・スウィフトも担当したことがあるとか、参考サイトは説明欄に。さて、美顔器マイクロカレントと振動2つのモードを簡単にスイッチ。スイッチ1回緑のライトで角質層まで美容成分を届ける浸透モード。スイッチ2回赤のライトで汚れオフモードに。いずれも肌にそっと当て、顔の中心から外側に滑らせるだけ。エイタ、色が綺麗。これがボタン。日本では明日は母の日。普段とは違うお手入れでママのお肌も目覚める美顔器でした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。ではではまたね。